はい、ヤギ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターナです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は4月後半の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。この4月の後半っていうのは星がもうぐぐっと動いて何か新しいことをスタートするのをものすごく押されている時なので、皆さんも何かやってみたいこと、始めたいこと、その一歩をとっても踏み出しやすい時だと思います。そしてもしですね、先生術に興味があるとかタロット好きですっていう方は、私の方でテキストを販売していたりとか、タロットの講座とか先生術の分かりやすい講座もありますので、今4月末まで 20% オフのセールをやっています。ご興味ある方は概要欄から詳細ページに飛んで内容をご覧になってみてください。では行きます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。4月後半です。デビの逆、女帝の逆、そしてカップ10逆とペンタクルスの2、そして死神、カップの2、ワンド8逆、はい、気をつけることや対策がペンタクルスのページとスタート、オラクルがカップ9の逆です。なんだかすごい動きがありますね。面白いですね。ちょっと解説しますが、その前に星の話をさせていただきますが、いかがでしょうか。4月の、まずね、メインとしては4月の17日が新月なんですけど、この新月っていうのが本当に何か始まるよとかスタートするよっていうのはとってもいい時なんですね。で、ヤギ座さんにとってはこれはその自分の内側で何かを決めるってなったら、もう全てに影響するっていう感じなんです。なので、とても重要なタイミングなので、その時にね、YouTube ライブしようかなと思ってます。もし何かご質問があればその時お受けしますし、ちょっと私がお話ししたい話もさせていただこうかなと思うので、タイミング合う方いらっしゃったらよかったら覗いてみてください。17日の20時半からする予定です。で、それと、なんか今何を感じてるでしょうかって感じかな。何が湧いてきてますか？自分の中でどんな感情が、何を頑張りたいと思っているのかとか、どんな恐れがあるのかとかも全部すべて含めて、なんかそれが浮き彫りになって解消していくみたいな感じがあるんです。で、さらに4月の20日以降っていうのは、自分が表に出るとか、表現するとか、なんか舞台に立つじゃないんですけど、なんか楽しむとか、そういうエネルギーがすごく強いんですね。なので、もうすでに始めてらっしゃる方はとてもいいです。で、やりたいけどできないとか、ちょっと戸惑ってるとかいう方も、4月20日以降はですね、どんどんどうぞどうぞ、どうぞどうぞ、表に出てくださいみたいな感じで、SNS のね、発信とかもちょっと恥ずかしいなとか思ってらっしゃる方はもうどんどん見せてくださいみたいな感じです。それがうまくいくというか、それがいいことになる感じなんです。自分がもしためらっていたとしてもですよ。なんかそういうね、何か内側にあるものがどんどん出てこようとしているっていう感じが一番印象深いですね。で、さらに今月4月の24日以降っていうのは、金星というね、社交性とか愛情とかお金とか美しさっていうものと天王星というエネルギーがひっついてまた移動していくので、これもまたね、時代の流れとしては面白いんですね。この4月の26日からヤギ座さんの生活にいきなりスピードアップするって感じですかね。何か生活の中で想定してなかったことがいきなり走り出すみたいな感じがあります。これも星で見てもそうだし、カードで見てもそうです。とても楽しいと思いますよ。なので、このね、4月26日の天王星の双子座入りっていうのもまた大きなエネルギーなので、これはこれでね、4月26日にお話し会をしようと思ってます。なんでこういうことするかっていうと、本当にこの夏以降の流れに影響してくるからです。この春から夏までの間の出来事が。なので、何を自分で決めますかとか、どのように整えますかっていう意味で、そういったお話し会をしようと思っているので、ちょっとこちらは有料になってしまうんですが、皆さんに一人ずつ資料をお渡ししますので、全然先生術分からなくても全然大丈夫です。勉強する気なくても全然大丈夫なので、これからの自分の流れをちゃんと知って整えたいという方は、26日の講座もよかったらご検討ください。こちらも概要欄に貼っておきますね。なんかとにかく動き出すぞって感じですね。すごく強いカードがたくさん出ているので、何か衝動としてしたくなるとか、
こう手放すとか、大きな動きがあるなっていうのがまず一つあります。で、やっぱり入り口がやっぱりそう、デビルの逆なので、今すでに動いてらっしゃるんじゃないでしょうか。先ほど言った何かが湧いてきてるみたいな。で、それをもうすでに行動に移してらっしゃる方もいるのかなって思いました。現状のところで、ペンタクスの2というカードが出ていて、これはもうジャグリングのように、この自分の価値とか大事なものっていうのを回してるっていうカードがあるので、自分の大事なものを表現している、自分の中のものを出しているということもあるし、なんかお金のやりくりしてますみたいな人もいらっしゃるかもしれないし、でもそれは何か自分の中の恐れを超えてやってるんじゃないかなって感じがするんです。今までは何かに縛られていた。でも、もうこれいいよねって、その恐れやめましょうみたいな感じで、明るい方向に出てきたぞみたいな感じがあります。で、それを、たまにちょっと心配になったりとか、もういいのかなみたいな感じあるかもしれないけど、でもいいんですよ。失敗しようが、うまくいこうが、失敗と思うことも自分のただの主観ですし、とにかく動くことがとても大事です。何か動くこと。で、なんか動いてらっしゃるんだなと思うので大丈夫です。そして、ここからですね、さっき言った4月の20日以降、何かを見せるとか、表現するとか、楽しむとか、レジャーでも何でもいいんです。恋愛でも。それがとってもいい時期になります。なので、ぜひご自身にそれを許可してあげてほしいんです。自分が楽しむことを、自分が何かをすることを、自分のやりたいことを自分に許可してあげてほしいなって感じがするんですね。みんな結構縛ってるというか、いやいやいや、そんなことしたら後が怖いからとか、なんか世間の目がとか、家族の反対側とかいろいろあると思うんですが、どんな自分が出たがってるのかなっていうことをキャッチして、それを許すっていう風にしていただくと、めちゃくちゃ楽しくなると思います。本当になんかイベントごと入れてもいいし、趣味を楽しむ一日、もうこの後半の中でね、4月末までに1日は本当に自分の好きなことをやろうみたいな日を作ってもいいし、もうすぐゴールデンウィークなのでね、ゴールデンウィークはこうしようみたいなのでもいいと思います。この楽しんでいいよっていう期間は、本当に5月の中旬まであるんですね。ただ5月の中旬まで待たなくても、もう20日以降どんどんやっちゃってみたいな感じもあるし、さらにそれが24日以降、いい動きになってくるんですね。今人との出会いの運があるから、誰かと会って話が盛り上がってどんどん展開するっていう感じが出てます。で、一旦ここで死神っていうカードが出てるので、何かを終わらせるんですよね。ヤギ座さんの中で。で、すでに自分の中でそれに対して手放せるように工夫してきたりとか、やったことってあると思うんですけど、はっきりと、なんかもう卒業ですみたいな、もういいですっていうことで、未練なく、さっぱりと終えられるっていう感じがします、これは。で、その後ですね、もう本当にさっぱりと、すっきりして、誰かと向き合ってるって感じがあるんです。とってもいいですよ、これは感情のシェアとか、仲いい人とか、新しい出会いを求めている方だったら出会いがあるのかなって感じもありますし、ビジネスの話、いろんな話があって盛り上がるとかもあるかもしれないし、そうなった後が急にまた話が流れていく。流れるって、なくなるっていう意味じゃなくて、どんどん膨らんでいくとか、どんどん大きくなっていくって感じがあるので、楽しいです、とっても。後半になればなるほど楽しいかなって感じがします。なので、その前に何を終えるのかなっていう感じですかね。それが一つの、重荷を下ろすみたいな感じです。なので気をつけることとして言われているのは、ぜひこの自分の夢の成就っていうのかな。夢を描いていいんですよ、みたいな。そして、たとえそれが、なんか、いや、この年でとか思うようなことであったとしてもいいんですよ。自分にとっての一歩を進めていくっていうのにふさわしい時だから、この4月の末は。なので、どんな喜びが入ってくるか、もう、それを許可するのは自分次第ですって感じですね。私、これ本当にウィッシュカードっていうことで、想定外の喜びが入ってくるよっていうカードなんですけど、私から見ると逆位置で、本当にそれを受け取っていいのかなみたいな感じで迷っている感じがあるので、ぜひ、許可してほしいなと思いますし、多分きっかけは誰かとの話なんでしょうね。自分の中から湧いてくるっていうよりも、誰かと話をしているときに話が盛り上がって、展開していくっていう感じがあります。ちょっとね、お仕事のこと見てみますね。仕事。太陽。いいですね。強いですね、なんか。
なんかやっぱりね、パーンと弾けるような嬉しいことがあるような気がします。この後半。何があったかぜひコメントで教えてもらえると嬉しいな。お仕事って言って太陽が出るっていうのは、何か自分がやったーみたいな、もうそれやりたかったんですみたいなことに携われる可能性もあるし、めちゃくちゃ運があるってことなんですね。で、星で見ると特に社会運だけが照らされてるわけじゃないんですけど、ただ企画とか、なんか表に出すとか、有言実行もそうですし、楽しむとか表現するとか企画するっていうのがとてもいいことなので、それが誰かとの関係によって開かれるんじゃないかなって感じがします。もう一つここでもカップのキングというカードが出てて、これも協力者として出てきてる可能性大なんですね。賛同してくれる人がいるっていうか、自分の考えに。で、さらにその後、ペンタクスの8ということで、自分のスキルを磨いてますということで、やっぱりやりますみたいな。なんかパーンって話が来て、やっぱりこれはやれってことね、みたいに思って、そのことをコツコツと携わってるっていう感じですね。お仕事に関して。とても明るいです。人間関係見てみましょうか。人間関係ね。いや、本当に、こういう人が受けるだろうとか、そういう他者の目線を計算した自分のあり方ではなくて、もう本当に自分なんです。これが自分なんですっていうことを見せていただく方がよっぽどいいような気がします。その自分を表現するっていうのがすごく適している時だからですね、今。ですね、ソードのナイトとカップのエースと、すいません、カップの8と、あとペンタクスのエースが出てるので、何かね、こう、本当衝動がある感じがするんですよ。内側から湧いてくる衝動が。だからなので、誰かに対してちょっとなんかイライラするなとか、そういうのがあったとしたら、もういいや、みたいな。もうこれが私ですから、もう合わせません、みたいな感じでもいいのかもしれないし、そして、静かに去っていくみたいな感じもあります。カップの8っていうのは本当の自分の喜びに向かって、これまでのものを置いていくっていうカードがあって、でもそれが悪いわけじゃなくて、本当に大事なものを見つけましたみたいな感じがあるので、これまでの関係性の中で、分かってくれる人がいるのであればそれでいいということで余計なものは外していくっていう感じがありますね。外して、なんか本当に喧嘩別れとかそういうのではないんですけれども、なんか変に自分を殺してっていうか自分を犠牲にして相手に合わせる必要ないなって感じかな。そして、もう人に構ってる暇ないんですよみたいな感じかもしれません。自分はやりたいことがあるから、ここで出てきてる自分の夢とか目標とか、あとなんかこう話が出てきてるこの人との盛り上がってる話だったりとか、もうそっちに走っていきたいから、もう賛同を得られなくてもいいですみたいな感じかもしれませんね。なので人間関係って言った時に、なんか仕事を通していい関係があるのかもしれないし、悪くないんですけど、パートナーシップという感情のシェアっていうところでいくと、昔からの流れの人は続いている。だけど、前とは関係性がちょっと変わりつつあるっていう感じがしますね。そんなもんですよね。長い付き合いの人っていうのもずーっと同じというよりも、それぞれが成長して、それぞれに変わった状態でまた関わって、変わった状態でまた関わって、お互いを知っていって、また知識が更新されていってみたいな感じなので、それでもね、ちゃんと続く人は続くよっていうふうに言われているので、いいなんかつながりがここから生まれそうな感じがしますね。はい。また人間関係に関しては、この春ってね、いろいろ、人が移動したりとかも多い時だと思うので、人間関係とラブメッセージに関してちょっと別で取らせていただきますので、少々お待ちください。はい。ということで、最後にもう一枚オラクルカードを引いてみますね。何かここまでのメッセージ、ヒントになったよっていう方は、ぜひ、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。いきます。ヤギ座さんの4月後半はどうでしょう？このカード。いいですね。なんか自分のハイヤーセルフとか、自分の神聖なる直感を使って、自分の、なんか永遠の命っていうか、本質的な自分っていうものを感じてくださいって感じがしました。これは。はい。ということで、ここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければまた17日とか26日にお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございます。失礼します。